女性が一人でチェックインしたはずの客室から3日かけて何かを運び出した男。その客室で何が起きていたのか、あなたは想像できるだろうか。2014年5月3日、中国広東省広州市市内の4つ星ホテルのロビーで一人の男がチェックアウトの手続きをしていた。男の手には大きく膨らんだハンドバッグに赤いポリ袋で包まれた棒状の物体が。祝日の書き入れ時だったこともあり、多忙を極めていたフロント係は気づきもしていなかった。男がチェックアウトした316号室には本当は女性が宿泊していたはずだったということに。そして男が手にしていたハンドバッグは4日前にチェックインした女性が持っていたもの。男はそのバッグを手にしたまま近隣の生鮮市場へ向かった。大きく膨らんだそのバッグの中身は、4つ星ホテルの客室からバッグに何かを詰め込み運び出す男。凄惨な殺人事件の裏にあったいびつな男女関係とは。この事件は被害者も加害者も誰もが欲に突き動かされていたんです。大札健ちゃんです。やみやみこです。いやね、最近ね、私の母が、福岡の田舎に住んでる母がね、上京してたのよ。で、東京に慣れてないとはいえ、母がワンピースのゾロみたいな動きするの。どういうこと？どういうことかっていうと、もう本当に何回を閉めても目的地の逆方向に進むの。それね、教えてもよ。Google マップ送ればいいじゃん。あ、でも不思議なことに、Google マップを見ればたどり着けるの、目的地。じゃあ何をどう見て動いてるの？わかんない。あのお店のここを右に曲がるのねって言って。古風なんよ、動きが。やり方が。それ昔のやり方じゃん。いや、なんか多分字で覚えたいんだと思う、母はね。で、ここのお店を過ぎてちょっと右に行けばいいのねって自分で言ってんのよ、前日に。じゃあ次の日、逆方向に行く。全部違うよ。Google マップ見ればいいよ。これだけ。そう言えばいい。そう。Google マップ見ながら街を覚えればいいじゃんって言ってて。Google マップちゃんと見てください。今回は中国広東省の4つ星ホテルで起こった殺人事件をご紹介します。この事件はホテルの監視カメラに非常に恐ろしい映像が映っていたとして注目を集めた事件なんです。恐ろしいものって言っても、それは何？犯人とかさ、被害者の映像が映ってたんじゃないの？そうなんですけど、まずはこのホテルのね、監視カメラの映像に何が映っていたのか、その事実含めて見ていきたいと思います。316号室。2014年5月3日、中国広東省広州市市内の4つ星ホテルで客室清掃に訪れた従業員は少し驚いた様子で声を上げました。あら、やけに綺麗ね。ほとんど使ってないじゃない。従業員が訪れた316号室は4日前から連泊していた客がチェックアウトしたばかり。それにもかかわらず部屋は全く汚れておらず、ベッドもほぼ使われていない状態だったのです。ラッキーね。掃除が楽でいいわ。嬉しそうに微笑む従業員。しかしそれは彼女がバスルームへ足を踏み入れた時でした。うわ、何よこれ。ほぼ未使用のベッドルームとは打って変わって、バスルームには床に水が溜まり、生臭い悪臭が立ち込めていたのです。その匂いの正体は、時は2日前まで遡り、5月1日、ホテルの316号室から姿を現したのは、帽子にマスク姿の男。黒いゴミ袋を抱えたその男は足早にホテルを出ていく。男はしばらくしてまたホテルへ戻ったが、今度は手ぶらの状態。そしてまたしばらくすると、ゴミ袋を抱えてどこかへ出かけていく。男の不可解な行動はそこから3日間にわたって続いたが、労働者のための祝日、メーデーの書き入れ時で忙しく、フロント係は気にも留めずにいた。当然誰も気づいていなかった。男が必死に運び出しているそれが、先日316号室にチェックインした女性の肉片だなどとは。客室清掃に訪れていた従業員はバスルームの排水口の詰まりを取り除こうとした際、けたたましい悲鳴を上げました。排水口に詰まっていたのは黄色い油の塊のようなもの。その塊をよく見ると、人間の皮膚のようなものが付着していることに従業員は気づいたのです。バスルームで遺体を解体して時間をかけて運び出してたってことよね。これ排水口に肉片が詰まってるのなんて見たらもうそっとしちゃうわよ。殺人事件がね、起きた部屋の清掃とかね、そもそも絶対当たりたくないですよね。問題は男がバラバラにした遺体をどこに運んだのかということなんです。ホテルからの通報で駆けつけた警察は宿泊記録と監視カメラの映像を確認。現場の316号室には男性と女性がそれぞれ1人ずつ出入りしており、このうち部屋を取っていたのは女性の方。彼女の名はヤン・ムーチン。国有企業で会計士として働いている女性のようでした。4月30日、彼女は一人で316
316号室へチェックインしましたが、部屋に入って9分後にはまたフロントへ向かい、歯ブラシなどのアメニティをもう一組要求。誰かと2人でその部屋へ泊まる予定だったと推測されました。そして30分後にフロントの監視カメラに映ったのが例の帽子とマスク姿の男。彼はフロントを通り抜け、受付をせずに客室へ向かいました。それから3日間、男は黒いゴミ袋を手に客室を出入りしていましたが、一方のムーチンは一度も姿を見せず、ホテル内のゴミ箱からも人体の一部や骨などが見つかっており、それらが女性のものだったことからムーチンは男によって殺害・解体されたものと考えられたのです。客室のベッドルームがやけに綺麗だったのは、彼女が入室後すぐに殺害されてしまい、ベッドを使わなかったためでしょう。男は5月3日に316号室をチェックアウト。この時彼はムーチンがチェックイン時に所持していたハンドバッグと赤いポリ袋に包まれた棒状のものを手にしていました。近隣の防犯カメラを確認すると、男はここからすぐ近くの生鮮市場へ向かった様子。警察は青ざめた顔でこう口にします。まずい、こいつまさか肉屋の肉に遺体を混入するつもりか。すぐさま市場へ向かった警察は、豚肉店のゴミ箱の中から人間の大腿骨を発見。男が赤いポリ袋に入れて持ち出した棒状のものはその大腿骨だと考えられました。幸い販売されていた肉の中に遺体が混入したことは確認されていませんが、すでに売れてしまった肉についてはそれも定かではないのです。バラバラにされた遺体が肉屋さんで売られちゃってたの？ちょっと勘弁してよ、ももし本当にね、売り物の肉に人肉が混入していたらね、とんだ二次被害ですよね。ホテルから市場へ遺体を運んだこの男は一体何者なんでしょうか。雇われてやっただけ。被害者ヤン・ムーチンの遺体をホテルから持ち出した男について、警察は近隣で聞き込みを開始。すると早速、遺体の一部が持ち込まれた生鮮市場付近でバイクタクシーの運転手から怪しい客を乗せたという話を耳にしました。顔を隠しててなんだか怪しかったし、それほど金持ちには見えないのに100元も渡してきて釣りはいらないって言うから印象に残ってたんだ。バイクタクシーの運転手はゴミの埋め立て地がある新宝村までその男を乗せたと話しました。警察は男が残った遺体を処理するためにそこへ向かったと推測。すぐに捜査の手が伸び、男は同日中にその村の民宿で発見されたのです。逮捕されたのはチャン・ジェンという35歳の男。取り調べにおいて彼はムーチンの殺害をあっさり認め、こう話しました。女と面識はない。金を払われたからやっただけだ。豚を殺すのに慣れてたからバラバラにした方が楽だと思ったんだ。人一人の命を奪っておきながら驚くほど淡々とした様子で語るチャン。彼は屠殺場で働いており、普段から豚を解体していたため遺体をスムーズにバラバラにできたといいます。実は検視においても遺体は筋肉の筋に沿って精巧に切断されていることが確認されており、専門家以外には不可能とされていたのです。生鮮市場の事情をよく知っていたのもチャンのその職業ゆえのことでした。そして彼はムーチンと面識はなく、金を払われてやっただけと話したものの、誰が殺人を依頼したかについては口を割ろうとせず、一方で警察が捜査を続けると、チャンが被害者ムーチンと見ず知らずだったとは到底思えない事実が浮き彫りになるのです。実はこの事件の1年前、チャンはムーチンの夫を殺害していたのです。ムーチンの夫を殺害したって言ってさ、なんでそれで逮捕されてないわけ？いや、チャンは当時逮捕はされていたんですけど、それほど重い罪にはならなかったんです。それは一体なぜなのか。彼が起こした1年前の事件について見ていきたいと思います。邪魔者の排除。ホテルでムーチンが殺害される1年前、チャンは確かに彼女の夫であるチェン・ハオを殺害しました。と言ってもこの時ハオが亡くなったのは交通事故によるもの。ハオを車でひいてしまったチャンに対し、遺族のムーチンが責任を追及しなかったため、彼は数ヶ月の服役で釈放されていたのです。ところが警察はこの時チャンが起こした交通事故が実は事故ではなかったことを示唆する事実を突き止めます。交通事故でムーチンの夫を死なせた直後、チャンはムーチンから30万元のお金を受け取っていたのです。この送金履歴を突きつけられたチャンは大きくため息を漏らすと観念したように言いました。そうだよ、あの女に夫を殺してくれと言われてやったんだよ。チャンに殺害されたムーチンが1年前彼に夫の殺害を依頼していたという非常に奇妙なその事実。そのいびつな関係性はこの事件にもう一人別の男が絡んでいたために生まれたものだったのです。時は1年前まで遡り、当時27歳のムーチンはホテルの一室でとある男と会っていました。
早くあなたと一緒になりたい。夫には何度も離婚したいって言ってるんだけど、なかなか受け入れなくて。国有企業で会計士として働いていたムーチンはまだ若いにもかかわらず優秀。それでいて美しかった彼女は男性から非常にモテていました。一方でムーチンの夫は平凡で、自分とは釣り合っていないと不満を抱えていた彼女はいつからか不倫をしていたのです。その相手はフアジャンという43歳の男。政府職員だった彼は地位と権力、財力の全てを兼ね備えた人物でした。もしかしてさ、不倫相手と一緒になりたくて夫を殺したんじゃないの？実はね、そうなんですよ。ただね、夫を殺そうと言い出した張本人は彼女ではなかったんです。夫の目を盗み、不倫相手のフアと密会を重ねていたムーチン。ある時彼女はいつになく深刻な様子でフアにこう切り出しました。どうしよう、夫にあなたといるところを写真に撮られたの。あの人、あなたの職場や奥さんに不倫をバラすって言ってるわ。するとフアは眉間にシワを寄せ、少し考えた後にこう言ったんです。口封じしたとしても君の旦那がそれで黙っている保証はない。沈黙を守れるのは死人だけだ。君の旦那には死んでもらおう。夫と別れてフアと一緒になりたいと考えていたムーチンにとってその提案は好都合でした。そこから2人は30万元、当時のレートにして約500万円でチャンを雇い、交通事故に見せかけて夫を殺害したのです。ひどい話なんだけど、なんかさ、政府職員が殺し屋雇って邪魔な人を殺すとか除外するみたいなんてことは中国だと正直ありそうな話よね。まあそうなんですよ。問題はね、殺し屋のチャンが1年後に依頼主のムーチンを殺してしまうことにあるんです。今度は彼もお金を払われてやったと自白したんですけれども、問題はその依頼主が誰なのかということなんです。すれ違い。2014年の某日、ムーチンはその日も政府職員のフアと密会していた。しかしその時間は愛を確かめ合う甘いひとときなどではなかった。ねえ、いつになったら奥さんと別れてくれるのよ。鋭い目つきでフアを睨みつけ怒鳴るムーチン。夫がいなくなってからというもの、彼女はフアに対し口を開けば妻との離婚を求めるようになった。そうせかすなよ。離婚と言っても簡単じゃないんだ。そのうち必ず別れるからもう少し待ってくれ。フアはため息混じりにそう返すが、実のところ妻と別れる気など毛頭ない。若く美しいムーチンは遊び相手としてはこの上なく魅力的だが、フアにとってはそれ以上でもそれ以下でもなかった。ましてや離婚して彼女と一緒になるなど自身のキャリアに傷をつけかねない行為。フアとしては受け入れられるはずがなかった。そして彼はこれまでムーチンを言葉巧みになだめてやり過ごしてきたが、それももはや限界だった。そのうちっていつ別れてくれるのよ。もしこのまま奥さんと別れてくれなかったら2人で夫を殺したことバラすわよ。その言葉を耳にした瞬間、フアは表情を一変させた。何よりもキャリアを重んじている彼のこと、政府職員としての地位を全て台無しにされかねないその脅しを受ければ動じずにはいられなかった。ムーチンはその脅しでフアを思い通りにできると考えていたのかもしれない。しかしこの時フアの脳裏に浮かんだのは1年前と同じあの言葉だった。沈黙を守れるのは死人だけ。ムーチンはさ、フアが自分を愛してくれてると思ってたんでしょうに、まさか夫と同じように殺されるだなんてね、思いもしなかったでしょう。ムーチンはフアと結ばれたくてね、不倫をしていたんですけれども、対するフアにとっては遊びでしかなかったんです。二人のこのすれ違いは進化心理学の観点で見るとよく理解できるんです。というわけで本日のメトラキーワード、進化心理学における不倫の心理について。進化心理学において男性に不倫したくなる心理が備わったのは、複数のパートナーと関係を持つことで自身の遺伝子を広く残せる可能性があるためとされています。一方、女性は妊娠・出産に要する時間を考慮すると遺伝子を残せる数に限りがあります。そのため女性はより良い遺伝子を残したいと感じた際に不倫したくなる心理が働くとされているのです。要するに女性が不倫をしたくなるのは夫よりも優秀な男性を見つけた時、ムーチンが不倫をしたのは夫よりも優秀な政府職員のフアにパートナーを乗り換えたいという本能からでした。一方でフアが不倫をしたのは広く遺伝子を残したいという本能から、必ずしも相手がムーチンである必要はなく、その関係は離婚やスキャンダルのリスクを冒してまで手に入れたいものではありませんでした。このように今回の事件は不倫に対する男女の本
本能的な動機の違いから起こってしまったと言えるのです。不倫相手のムーチンが自身のキャリアにとって脅威になることを悟ったフアは、1年前と同じように30万元の報酬を提示し、チャンを殺し屋として雇いました。そして迎えた2014年4月30日、フアは次のように偽り、ムーチンをホテルへ呼び出したのです。妻と離婚することになった。ようやく君と一緒になれるよ。その言葉を聞き、浮かれ気分でフアを待っていたムーチン。しかし30分後、その客室へやってきたのは殺し屋として雇われたチャンでした。チャンはいきなり部屋へ押し入ると、背後からムーチンを絞殺。屠殺場での経験を生かしてバラバラに解体した後、3日間かけて近隣の市場などに運び出し、隠蔽を図ったのです。不倫に走った男女2人とお金に目がくらんで殺人を犯した男。今回の事件はね、当事者全員が己の欲に溺れて、人間の汚い部分がこれでもかと出たようなね、そんな事件でしたね。なんか悪いことを一回するとね、それ隠すために嘘と同じでさ、積み重なっていくじゃない。それをずっと隠し続けるっていうのはやっぱりめちゃくちゃ難しいし無理な話よ、やっぱ。だからそういう人ってね、いつか痛い目を見るってことよね、これは。事件から約1年後の2015年、故意殺人で有罪となったフアとチャンに下された判決は死刑。不倫に溺れた挙句、自身の地位を守るために殺人を命じたフアと、お金のためならとためらわずその命令に従ったチャン。2人はいずれも情状酌量の余地は一切ないと判断されたのです。人間は欲望に流される生き物で、それが社会的に悪だとしてもバレなければいいと自分に都合よく考えてしまうことがあります。例えば不倫に対して、あなたは絶対にダメだと思いますか？それともバレなければいいのでしょうか？たとえ秘密を突き通せたとしても、罪悪感を抱えたままパートナーと一緒にいることは正しいと言えるのでしょうか？